読ができない人が速読できると思いますか？日本語カフェへようこそ。台湾で日本語を教えている日本人の春です。これまでの動画ではなるべく実用的な日本語を皆さんにシェアしたいと思っていたので、テストのための日本語についてはあまり触れないようにしていました。でも視聴者さんたちの中には今 JLPT つまり日本語能力検定試験のために一生懸命日本語を勉強している方たちもたくさんいらっしゃいますよね。今日は無料で毎日日本語のニュースが読める東大 Easy Japanese というアプリを使ってリーディング力を高める方法についてお話しします。皆さんは日本語のテストの中でどの部分が一番苦手ですか？ある人は読解の部分が一番苦手だと言っています。でも JLPT の試験では代わりに文字や語彙の問題だけを頑張って読解問題をおろそかにすることはできません。なぜかというと、特に N3 から N1 レベルでは文字や語彙の問題と読解問題の点数は独立していて、それぞれ60点中19点以上取らなければ合格できないからですね。そこで今日は JLPT の読解問題を解くときに絶対にやってはいけないことを3つと、逆にやらなければならないことを3つ、あなただけにこっそりお伝えします。テストを受ける予定がない方にとっても、リーディング力を伸ばすためにはとても大切な内容なので、ぜひ最後までご覧ください。まず、JLPT 読解でやってはいけないことの1つ目は、いきなり本文から読み始めることですね。これはテスト本番の時もそうだし、テスト勉強のためにいろいろな長文読解問題を解いている時も同じです。だいたい JLPT の読解問題はこのように最初に長い文があって、その後ろに何問かの質問が続いています。この時、まず最初に本文を読み始めてはいけません。後でも話しますが、まず読むのは問題文です。ちなみに今日出てくる読解問題はすべて東大 Easy Japanese というアプリに載っている問題文です。このアプリについては以前の動画の中で紹介しましたね。毎日無料で日本語のいろいろなニュースを読みながら語彙力や読解力を伸ばすこともできますし、他にもたくさんの機能がある本当に素晴らしいアプリです。もしまだこの動画をご覧になっていない方は後でチェックしてみてください。実はこのアプリを使うとニュースを読んでリーディング力を高めるだけではなくて JLPT の模擬試験をたくさん解くこともできるんです。例えばこの試験と書いてあるところを見ると、本当の JLPT のような模擬試験をたくさん受けることができます。見てください。N5 から N1 までこんなにたくさん模擬試験があります。もちろん読解問題だけではなくて、リスニング問題も語彙の問題も全部あります。さて、読解問題を解くときにやってはいけない2番目のことは何でしょうか？それはテスト本番で本文を最初から最後まで全部読むことです。もちろん普段リーディングの練習をするときは文章を最初から最後まで読むと思います。というか、ぜひそうしてほしいですし、勉強中はわからない単語や文法があったらちゃんと調べるのがいいと思います。でも残念ながら JLPT のテストでは最初から最後まで一字一句読む時間はありません。特に
N2 と N1 のテストは時間との戦いです。どうしてでしょうか？この表にある通り、N5 から N3 の場合は、文法読解問題が独立していて、その部分の制限時間が決められています。もちろんこの制限時間内に全部の問題を解くのは大変だと思うかもしれませんが、逆に言うと、時間配分を自分で決めなくてもいいという利点がありますね。でも、N2 と N1 はどうでしょうか？文字とか語彙とか文法など他の種類の問題と読解問題がセットになっていて、全部で105分とか全部で110分と書いてあります。ですから前半の文字や語彙の問題をゆっくりやっていると、後半で読解をする時間が足りなくなってしまうことがよくあります。さっき言ったこの最初から最後まで順番に全部読むということとも関係があるんですけど、JLPT でやってはいけない3つ目のことは、本番でゆっくり精読することです。もちろん、普段の練習では精読する必要があります。皆さん、精読と速読という言葉を聞いたことがありますか？この2つはどう違うと思いますか？そうです。精読っていうのは一つ一つの言葉の意味を考えながらゆっくり読むことですね。例えばこんな感じです。それに対して速読とはどういうことでしょうか？簡単に言うと素早くポイントを探し出しながら読むことです。あまり大切ではない細かい部分や難しくて分かりにくい単語はじっくり時間をかけて意味を考えるのではなくて、さっと読み飛ばして文章の要点だけをつかむ読み方ですね。もちろんまだ基礎ができていない人はいきなり速読から始めない方がいいです。普段の練習はまずは精読ができるようになるのを目標にしてください。このことについても後半部分で詳しく話します。ここまでで読解問題を解くときにやってはいけないこと3つをお話ししました。では一体どうすれば読解問題で高い点数を取ることができるのでしょうか？今からは JLPT 読解で絶対にやるべきことというか、やらなければいけないことを3つお話しします。まず1つ目は、質問文を最初に読み、質問の種類を判断するっていうことです。さっき本文からは読まないようにっていう話がありましたね。本文に目を移す前に必ず問題文の方を先に読んでください。本文のどのあたりに答えがあるか、そのヒントを質問文から推測するのが本当に大切なんです。そして質問の種類を判断します。読解問題には主に4種類の質問があります。どんな種類か知っていますか？まず、特定の言葉について問う質問。それから、指示語が指すものを問う質問。そして、原因、理由を問う質問。そして最後に、全体の内容を問う質問です。特に最初の2つの種類は、大抵この段階で答えをもう見つけることができるんです。例えば、これは N1 のリーディングエクササイズの6番です。アプリにあった文章を見やすいように形を整えて画面に表示しています。ここには印象的であるとあるが、何が印象的だったのかという質問があります。このタイプの質問は、何々というのは何のことかっていう質問ですね。こういうタイプの質問の場合、この何々という部分自体がキーワードになります。
この問題では印象的っていう言葉自体がキーワードですね。ですから、その言葉のすぐ近く、特にその言葉の少し前の部分にこの質問の答えがあるので、その部分を探します。この問題の場合は、何々何々と言っていたのが印象的であると書いてあるので、印象的だったのはこのすぐ前の鍵括弧の内容だっていうことがわかります。その内容にさっと目を通すと、初めから好きな人とか嫌いな人はいないこと、虚心で誰かに会うようにしていること、その人に好意と関心を持つようにしていることの部分だとわかります。この時、わかりにくい単語があっても、あまり気にしなくても大丈夫です。大体の意味がわかればいいです。そして選択肢の中から一番近い答えを見つけます。1番は、いろいろな人に会うのは大変だ。これは違いますね。2番、嫌な人、嫌いな人もいる。これも違いますね。3番は、人の好き嫌いはないと書いてあります。これは一瞬そうかなと思ってしまうかもしれませんけど、本文を見ると、初めからそういう人はいないと書いてあるので、多分違うなと考えられますね。4番は、誰にでも初めは虚心で会う。これは全く同じ文が少し前にありましたので、この選択肢が正しいとわかりますね。最初読んだ時に、例えばこの虚心っていう言葉の意味を知らなかったとしても、本文の中に同じ文があるので、ああ、これが答えだとわかるんですね。このように特定の言葉について問う質問は、基本的にその言葉の少し前を探せば答えが出てくると思います。もう一つ同じようなやり方ですぐ前を見ればいいのは、指示語が指すものを問う質問ですね。皆さん、指示語って何ですか？これ、それ、この、その、こう、そうのような言葉ですね。私の経験上では、これらの言葉が出てきたとき、90% ぐらいはその言葉のすぐ前の部分に答えがあります。特に、それ、その、そうなど、そから始まる指示語の場合は、前の部分にあることがほとんどです。これ、この、こうのように、こうから始まる場合も、その部分の前に答えがあることが多いですが、たまに後ろにある場合もあります。じゃあここで N2 の4番の問題を見てみましょう。そういうことであるとはどういうことか。じゃあこのすぐ前の部分を見ると、難しいからこそうまくやった時に楽しいのだと書いてありますね。しかもこの文章の場合はすぐ後ろにもその文についてのまとめが書いてあります。これでいいのかなと一抹の不安を抱えながら何とか書いていくっていうことを楽しまなければならないとありますね。ですから選択肢の中からこの2つの文の内容に一番近いものを選べば大丈夫です。1番、様々な障害をクリアしていくことが難しい。2、プレッシャーを忘れいろいろ考えるのが楽しい。3番、苦労して問題を片付け課題を仕上げるのが楽しい。4番、不安を抱えたままでは問題を解決するのが難しい。ですけど、一番本文の内容に近いのは多分3ですね。苦労もあるけど楽しさもあるというのが正解ですね。このように特定の言葉について問う質問、それから指示語が指すものを問う質問、これら2つはほとんどの場合、その言葉のすぐ前、またはすぐ後ろに答えがありますので、答えを見つけるのはそんなに難しくないはずです。
でも、原因、理由を問う質問と、全体の内容を問う質問はそんなに単純ではありません。そこで2番目にやるべきことは、質問の種類に合わせてキーワードを探すことです。ほとんどの場合、キーワードがあるところに答えがあるからです。まず、原因・理由を問う質問について考えてみましょう。大抵、質問文には、何々はなぜかとか、何々の理由は何かなどと書かれています。例えば、これは N2 の21番の問題です。こう書いてあります。最新の意味が辞書に載っていないとあるが、なぜかっていう質問ですね。もちろんこの質問の答えは、この文章のどこかにあるはずなので、最初から読むっていうのもまあ一つの方法です。でもなるべく読む時間を短縮したいなら、ヒントとなる言葉、つまりキーワードを探すことがとても大切なんです。原因や理由を尋ねる質問の場合は、本文に、だから、それで、故に、従って、などの接続詞とか、何々から、何々ので、何々ため、何々せいで、とか、文の最後に、何々わけだ、何々のだ、などがついている、そういう文を探すと、原因を述べている文が見つけやすくなるんです。この問題の場合、このだからと書いてあるところが重要だとわかります。だから辞書の変者は新しい意味が日本語の中にきちんと定着するかどうかを見極めていると書いてありますね。この部分は一つのポイントになるところです。この部分と意味が似ている選択肢はどれか探してみると、1番の新しい意味が将来残るかを注意深く判断しているからっていう文が一番近いですね。もう一つ、N2 の23番も見てみましょう。この2番目の質問には、好みを突き進めた人がニッチに気づくことがあるのはなぜかとありますね。もしかするとニッチっていう言葉の意味がはっきりわからないかもしれませんが、それはあまり気にしなくても大丈夫です。本文に、だから、それで、故に、従って、から、ので、ため、せいで、何々わけだ、何々のだ、などがついている文がないか探してみましょう。すると、ここに、わけだっていう言葉がありますね。この文を読んでみると、その不足が実は他の人も欲しがっていた何かかもしれないというわけです。とあります。その不足って何のことかなと思ったら、そのすぐ前を読みましょう。ここには、自分の好みを突き進めていくと、そこに何かの不足を感じるとありますね。では、この部分に一番近い選択肢はどれでしょうか？ 3 番の自身が持つ情報が他の人に不足している情報かもしれないからと、4番の自身が感じる不足が他の人が感じる不足であるかもしれないからのどちらかですね。さっき読んだ部分では自分が感じる不足について書いてあったので、よく考えると4番が正しいっていうことがわかりますね。ぜひ原因や理由を問う問題では、これらのヒントとなる言葉を探してみてください。そして質問の種類としてよく出るのが、この全体の内容を問う質問ですね。これは1000文字程度の長文問題には必ずと言っていいほど出る問題なんです。大抵はこの文章で筆者が言いたいことは何かとか、筆者の考えに合うものはどれかという質問になります。このような質問が出てきたら、私ならまず選択肢にさっと
目を通します。選択肢に大きなヒント、つまりキーワードが隠れている場合が多いからです。例えば、さっきのこの問題なら、好みとか好きという言葉とか、仕事っていう言葉がよく出てきていますね。この文章はこれらのことについて書かれているんだなっていうことがわかりますね。じゃあ、本文に戻って答えを見つける段階になりました。この時、ぜひ注目したいのが主張の表現ですね。主張と関係がある言葉の中には、例えばどんなものがあると思いますか？何々である、何々だろう、と思う、べきだ、のではないだろうか？なければならない、必要だ、知ってほしい、覚えておいてほしい、などですね。今挙げたフレーズに似た文がありますか？探してみてください。第一段落の最後に、覚えておいてくださいという文がありますね。この部分はポイントかもしれません。もう一つ知っておいてほしいのは、大抵の文章では最後の段落に結論や主張が書いてあるんです。この文章の場合はこの部分ですね。ここでは何かを好きな人ほど、何かに不足を感じている人ほど、それを仕事に変えていくことのできる可能性があります。と書いてあります。そう考えていくと、答えは1番目の選択肢だとわかりますね。じゃあさっきも出てきていた N1 の問題も見てみましょう。ここにも、この文章で筆者が最も言いたいことは何かという問題がありますね。選択肢を見てみると、先入観とか第一印象っていう単語が何度か出てきていますので、これらのことについてどう考えているかっていう問題になります。この問題も一番最後の結論の段落をさっと見てみると、さっきのキーワードに挙げられていた必要だが出ていますね。この部分と一番近い選択肢を探してみると、2番の相手に対する先入観なしに自分の心を開くことが大切だ。これが一番近いですね。もし本文の中に主張を表すフレーズがなかなか見つからない場合、どうすればいいでしょうか？実は順接の接続詞や逆接表現もかなりヒントになります。順接の接続詞って何でしょうか？例えば、だから、つまり、従って、要するに、すなわち、よって、ゆえに、このように、こうして、以上のように、これらの言葉ですね。じゃあ、逆接表現はどういうものでしょうか？例えば、しかし、でも、だが、何々が、何々のに、などがあります。これらの言葉のすぐ後ろに筆者が一番言いたい内容が書いてあることがかなり多いので、ぜひこれらの言葉を探してみてください。では、読解問題について絶対にやった方がいいことの3番目は何でしょうか？最後になりましたが、もしかするとこれが一番大切かもしれません。それは、自分の弱点を知り、普段から練習するっていうことです。読解問題でつまずく原因は結構限られています。さっき、精読と速読の違いについて話しましたね。ある人は、精読はできますが、速読ができません。また、ある人は、精読も速読もできません。また別の人は、精読も速読もできます。あなたはどのタイプですか？皆さん、ここで単純な質問があります。精読が
できない人が速読できると思いますか？もう一度言います。精読ができない人が速読できると思いますか？精読っていうのはさっきも言いましたが、一つ一つ単語の意味や文法を考えながらゆっくりじっくり読む方法です。でも、精読ができない人はいくら時間をかけても文章の意味がわかりません。なぜでしょうか？それは十分な語彙力や文法力がないからですね。ですから、精読ができない人は 100% 速読もできません。逆に言うと、精読の練習をまずしてから、やっと速読ができるようになります。皆さん、こんなグラフを見たことはありませんか？よく誰かの言語のレベルを表すために、このようなグラフを使いますね。このようなグラフを見ると、読解力、文法、語彙力などがまるでそれぞれ独立しているような錯覚を持ってしまうかもしれません。でも実際はリーディングの能力というのは文法や語彙力の上に成り立っているもので、独立したものではありません。ですから文法や語彙の基礎的な力がないまま速読の練習ばかりしていても読解力は身につきません。ですから普段から精読の練習をして語彙の数を増やしておく必要があります。東大アプリには JLPT 機能だけではなくていろいろなニュースを毎日読める機能がありますので、この機能を使って日頃からリーディング力を強めておくのはすごくいい方法だと思います。ゆっくり精読ができるようになってきたら、少しずつ速読の練習も始めましょう。ところで、この東大アプリでは、読むだけではなくて、発音練習ができる新しい機能も最近付け加えられました。文章を表示した状態で、このヘッドホンのマークを押すと、練習用の文章の発音を聞くことができます。次にこの録音ボタンを押してから自分の発音を録音してみましょう。するとあなたの発音がどれぐらい正しいか、流暢さはどうかなどをパーセントで教えてくれます。この点数はなかなか 100% は難しいですけど、80% 以上なら全然問題がありませんので、80% 以上を目指してくださいね。最後にお得なお知らせです。この東大アプリの永久会員にアップグレードするときに、春50というクーポンコードを入力すると、50% オフで永久会員になることができます。数に限りがあるとのことですので、お早めに申し込んでくださいね。もうすぐ JLPT を受ける皆さん、ぜひ残りの時間を有効に活用して実力を発揮してくださいね。もしあなたがテストを受ける予定がないとしても、普段からリーディング力が伸ばせるようにぜひ頑張ってくださいね。ではまた日本語カフェで会いましょう。はるでした。